回の動画はガーデニングショップのクリスマスデコレーションをお届けします。このバゲットの自動販売機を使う様子は以前動画でお届けしていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。入り口には季節の植物ポインセチアが置かれています。このように金色の粉のようなものがかかっているのをよく見かけます。どういう風につけられているのかわかりませんが、とってもきらびやかなクリスマスの雰囲気にぴったりですよね。色は赤だけでなく、白、ピンク、白と赤が混ざったようなもの、緑っぽい色のものがあります。ポインセチアは2年前に購入したことがありますが、実は翌年まで上手に持たせることができませんでした。それ以来、私の中では育てるのが難しい植物です。でも、この時期はスーパーでもどこでも見かけますので、やっぱり欲しいなぁと思いながらいつも見ています。ペット用品のコーナーを通り、クリスマスマーケットへ向かって進んでいきましょう。と、ここで、ここ数年しばらく見なかった動物がいましたので、ちょっと見てみましょう。ほんまや。久しぶりやな。鶏です。このエリアでは鶏を飼われている方が多く、他のガーデンセンターでも同じように鶏やひよこが売られています。以前、鶏を飼われているお友達から卵をいただいたことがあるんですが、黄身が大きくて濃いオレンジ色をしていて、しっかりした弾力のある濃厚な卵でした。私たちもいつか鶏と一緒に暮らしたいなぁと思っています。できれば懐いてくれる可愛い子がいいんですが、おすすめの品種などご存知でしたらぜひ教えてください。はじめに見ていた白いモフモフした品種はいつも可愛いなぁと思って気になっています。Curious.シクラメンは入り口付近のエリアにもたくさんありましたが、ここにもありました。今回初めて赤いシクラメンを見ましたが、白と一緒に植えるとこちらもクリスマスの雰囲気が楽しめますね。こちらの赤い実はスキミア・ジャポニカと書かれてありました。私はお庭に赤い実のなる小さい木が欲しいなぁと毎年思いますが、皆さん何かおすすめはありますか？この時期にリースやツリーなどのデコレーションのアクセントに使いたいなぁと思っています。
こちらのクリスマスツリーは生木です。売られているお店でも値段はかなり違ってきますが、こちらは120センチぐらいの大きさで45ユーロ、約5700円ぐらいでした。私たちは去年人工のものを購入しました。さて、やっとクリスマスマーケットのコーナーへたどり着きました。おー、すごいやん。入り口を入ると、ここにも生木のクリスマスツリーが所狭しと置かれています。去年来た時には見ませんでしたので、おそらくこれからどんどん売れていくのかなと思います。先ほど見た生木との違いですが、ここにあるものはすべて根っこがありませんので、今年のシーズンのみ使えるもののようです。この土台に木を刺して使うみたいです。こちらはなんと4、5メートルあるそうです。これを購入される方は一体どんなところにこの木を飾るんでしょうね。奥へ進むとデコレーション用品のコーナーがあります。店内はこのように可愛く展示がされていますので、私はいつも何かいいアイディアがないかなと思いながら見るのが好きです。こちらのクリスマスツリーは皆さんもうお分かりですか？すべて人工のツリーです。どれもよくできていて、正直本物よりも美しく理想的な形のツリーもあるなぁと思います。皆さんは人工と生木、どちらのツリーがお好きですか？さて、なんだか白クマのぬいぐるみが多いなぁと思っていたら、こんなものがありました。こういう小さいツリーもテーブルに飾るだけで可愛いですよね。私はこのキャンドルホルダーがすごく素敵だなぁと思いました。赤い実もいいですが、こんな白い実もおしゃれですね。あと、こんな風にシンプルに椅子にリボンをつけるだけでパーティー感が出ます。
これなら簡単に真似できそうです。向こうのテーブルの飾りはどうでしょうか。こちらは白をベースに茶色と緑でまとめられていて、動物がアクセントになっているのが可愛いです。このドルドーニュに来てから雪が積もるところを見たことがありませんので、こんな感じでテーブルで雪景色を演出するのもいいなぁと思いました。皆さんはクリスマスに向けて気になるデコレーションのアイディアはありましたか？ぜひコメントで皆さんのクリスマス準備について教えてください。いつもこちらのチャンネルの動画のご視聴と温かいコメントやいいねをしてくださりありがとうございます。こちらの動画もご視聴いただきありがとうございました。